こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は皆さんに盆栽や水石でよく展示の中で使われるこの日本の掛け軸というものを少しお伝えしたいと思います。いつの間にか使うようになった掛け軸ですが、そのようなものがいつどのように生まれ、どうして今の姿になっていったのか、そしてその中で私たちが盆栽や水石にどのように使うものが面白いのか、そんなことをかいつまんで皆さんにお話しさせていただきます。お楽しみください。はじめにご紹介する掛け軸は、このように一つの題名のものが3本揃って書かれたり残されたりしたものです。これを三福対と言います。ここが掛け軸や掛け物の始まりと言われます。3本の掛け軸、それが一つになる世界。これが生まれてから徐々にいろんなものへ派生して、今の一点ずつの掛け軸が生まれるようになりました。その歴史を少しお話ししましょう。月を中心に置いて、左には秋を物語る鹿、そして右には雪に覆われた草木。まさに3つの景色を表したこの絵を描き残したのは、京都四条派を代表する江戸中期の画家松村御春です。三福対というものが中心に生まれたのはこの江戸期ではありません。掛け軸は古くは飛鳥、奈良時代にはすでに大陸から日本にもたらされました。その頃来た理由はほとんどが仏教の伝来と重なり合っていました。象徴的な仏画などを気高く格調高く飾るのに、この様式が大陸から渡り、中央に仏、そして両脇に脇地と言われる菩薩たち、そのようなものが発展していったのが掛け軸の始まりです。そこから平安時代から鎌倉にかけて、大陸では宋から元へという美術が大変高く発展した時代、その頃影響を受けながら、そして日本の文化のエポックと言われる室町期へとかかっていきます。鎌倉時代には唐の文化の影響がとても強かったですが、その頃に禅という文化が入ってきたことが大きく影響します。奈良や平安の時代は豪華絢爛な掛け軸が多かったものが、そこに禅の簡素で質素なもの、そしてわびさびという精神が重なり合って、あまり派手なものではない掛け物へ、そして雪舟たち水墨画の名手たちが生んだ一点の世界の中に精神と自然を垣間見る掛け軸が一点ずつ飾られる機会が生まれ、最終的には茶の湯のわびと重なり、茶掛けという大変静かなもの、禅僧が残した一行書と言われる禅語、そのようなものが織り交ざって掛け軸は完成していきました。最終的に江戸期になって町人の文化が盛んになり、掛け軸は市場や世間に大きく広まり、さまざまな子が残されるようになりました。このようなことが明治へ続き、現代の掛け軸が完成したものです。掛け軸が完成した文化、江戸期ですね。この中で残されたものを一つご紹介しましょう。狩野探幽から始まる狩野派という江戸期の御用絵師たちがいます。
国宝や重要文化財も残していますが、この狩野派は京都から江戸に移り、木挽町狩野派という大きな組織を作りました。その中の2名、月の部分が狩野伊勢院が描き、この狩や足の部分を狩野清泉院が描く。つまり合作ですね。軸に対しての太さ、バランス、一応これが掛け軸の基本形であると。簡単に言うと、これがフォーマルな姿だということを理解してください。さて、また別の盆栽や水石に使う場合のことを、この掛け物で一つお話ししましょう。江戸時代に描かれた保存の良い、きちんとした格式のある絵です。月があり、狩が降り立ち、そこで水藻の足のそばで遊ぶ狩たち。日本画としては大変完成度の高いものですが、さあいかがでしょう。皆さん、これにどのような盆栽や水石を飾りますか。月一つは難しくありません。狩のみというのも難しくありません。しかし、足があり、狩があり、月があるとなると、もうその目の前の景色がそこへ出来上がっています。ここに溶けるもの以外、飾りづらい場合があります。松の盆栽を飾ろうと思えば、水辺に足という世界に、松は不釣り合いです。もみじも秋景色の中に、この足の枯れた姿がある中には似合いません。水石ですと、たまり石やくずや石は使えるかもしれませんが、あえてこの絵のために使うという程度のものの発想になります。完成された絵の中で、盆栽や水石には意外と使いづらいというものがあることをご理解ください。かといって、それをまた上手に使うというのも愛好家の楽しみの一つであることも事実です。もう一つ、季節を彩る掛け軸というもの、そしてその掛け軸の中にも使いやすさの差をご覧入れましょう。左手のこの軸、春の草が咲き乱れ、その上に飛ぶひばり。よくひばりが空に止まるようにしてさえずる姿が春の代名詞として日本はあります。大変美しい季節感のあるこの絵を描いたのは明治の画家今尾景年です。そして右側、同じく麦畑やその上を春、さえずり飛ぶひばりの姿。しかしここにはひばり以外が何も描いていません。よく見れば上の方の色と下の色が違います。望月玉泉が描いたこの絵は春を色で表し、ひばり一羽のみでその情景を表しています。つまり春らしい温かみを色に出しているのみなのです。盆栽や水石などに使おうとするときに、情景がしっかり書いてあるものは使い方が限定されます。月が空高く浮かぶように、ひばりが一羽だけ高く飛び交う、その世界。その中には想像がたくさんあります。その想像するための絵として描かれた絵。右と左では、絵の内容の高さは両方とも甲乙つけがたいものがありますが、私でしたら長く持つものは左を長く持つ。こちらの絵はその季節を十分に楽しむための絵という解釈でしょうか。これが一つのものの考え方の基本になる部分が盆栽水石の道具としてはあります。余分なものを描かずに、それでいてその景色や自然を豊かに表現する。これは
腕の良い画家でないとできないことです。単に月が一つ、鳥が一羽あればいいだけではありません。これだけ広い絵の中にひばり一羽のみをその場所に描いて掛け軸全体の空気を作る。これは熟練でしかできない技でもあります。掛け軸の中には季節の移ろいを告げるものが多く使われます。よく使われるのが月、太陽、そしてこのように飛ぶ鳥たち。盆栽も石も地にあるものです。そこから見上げるものに掛け物を合わせると、絵と盆栽や石が一体化することがうまくいきます。春から初夏、夏へと移る中にさまざまな掛け物がありますが、この右手のようなスッと飛んでくるうぐいすが一羽、まさに春の訪れを告げます。そして左のように2羽のツバメが飛び交い、そしてこれから巣を作るのかなというこの風景。ツバメになりますと、日本の季語でいうと五月の後、つまり5月の下旬から6月にかけて、もっと7月にまでなります。この間にはホトトギスなども登場します。そのようなものでも、このように鳥のみを描き込むもの、これが風景の中へ溶け込む絵としてはとても使いやすく、余計なものが描いてない方が精神性もそこに浮かぶものの創造性も浮かびます。そしてもう一つとお伝えするのはこの表具のあり方です。ご覧ください。この両脇の幅がとても狭くなっています。この表具仕立てを輪法と言います。よくお茶や文人掛けと言われるようなわびさびた世界に使われるものが多くありますが、この姿でした時には表具でいう格式がフォーマルから普通の普段の世界へとなります。上にあるここの部分も押し描装といって、掛け軸の布の中に色を変えて初めから固定されています。本来の格式のあるものを略式化してるんですね。そしてこちらの輪法になりますと、もう上の風体がありません。そして色合いをご覧ください。春はあけぼののウグイスの頃は淡いよもぎの色、そして夏来たならばという季節になると水を感じるアサギの色。このように日本の表具はその描かれたものの季節や中身に合わせたものを用いることが多くあり、それが表具師の腕であり、掛け軸自身の美観の高さにもつながると言われています。前川文礼が残した紙に描いたツバメ、そしてこちらのように鈴木百年が残した剣本、つまり絹の上に描いたもの、いろいろな描き方がありますが、画家の腕が発揮される遺憾がその中に込められています。使いやすい双複という軸をご紹介します。双子の軸、つまり2本が一つになって画家が残したものです。この絵は奥谷秋石が明治期に残したもので、三日月と淡い雲間に浮かぶ半月の姿、春と秋から冬へを表すとされています。画家が残した多くの絵の中でもこのサイズのものは大変珍しく、私と比べて分かるように普段の絵の半分の大きさです。この大きさですと盆栽や水石にとてもいろいろなところで使いやすいものです。そして三日月とこの半月の姿、ご覧ください。三日月は澄んだ空、秋冬の空なのでくっきりと空気の中にあります。
春はおぼろの中の雲月、やや淡く月の線の輪郭も優しくなっています。そしてこの表具をご覧になれば、周りの表具は中に金卵で雲、つまり雲の中にある月を浮かべ、そして空には鳥が飛ぶ一文字が描かれています。絵としての落ち着き、そして絵としての自然感、それを表具と絵が一体となる姿。昔のものは全部このようにできています。ただ押村区は現代の掛け軸の世界では、この今表具を一つきちんとこのように仕立てるとすると、十数万、もっとかかるかもしれません。なかなかまだ世に出ない画家がこの姿へ作ることが大変な時代になっています。合わせて古い絵ですと、表具を新しくするよりも安い価格で流通している。これも見られます。海外の方にはその意味と価値がよく分かってらっしゃる方がいて、多くの古い表具のきちんとした絵が海外へと運ばれています。私たち盆栽人も盆栽水石に使える軸だけでも大切に皆さんと保存したいものです。最後に2つまたタイプの違うものをご紹介しましょう。横物と言いまして、今までの古典的な長いものから横掛けという軸ですね。横掛けの良さというのは、この下に置く盆栽や水石と距離感があるということです。長くなると脇に置く典型や種飾りとかぶってしまいます。この短い中だからこそ使えるもの、なかなかないんですけれど、左の書は大徳寺宝珠院の和尚様に10年ほど前に私がお願いして書いてもらった小さな前後です。白雲寺如来、白雲が自ら来たりて静かに去ってゆくという言葉ですが、自然を歌ったただの言葉であると同時に禅の世界の教えも込められています。あるがままに、なすがままに、その自然の移りゆく世界を尊ぶ、そのようなことが込められています。人の心としても、移ろう心を自然に受け止め、自然に受け流す、そのようなことが込められているのが前後です。そのような前後の下に雲が流れていくという下ですから、松や木々、そして山水と言われる水石、その全てが合うと言っても過言ではありません。そしてこの右側、日本画の中でも現代的なものになってくると、こういう寸法サイズに変わっていきます。長いものではないんですね。半世紀ほど前に書かれた大家小杉法庵が残した花咲かじじい、つまり童話や民話の世界ですね。枯れた木に花を咲かせましょうとして花が咲くと言われた逸話です。このような微笑ましいものの下に何を置くかといえば、桜の花が咲く頃、しかもこのおじいさんは岩の上に乗っています。この下に渓流もあるでしょう。このおじいさんが住む家もあるでしょう。または静かな草物盆栽があることもあります。この景色に合わせたものを使おう。そんな楽しみができることが本来の掛物の道具使い。つまり盆栽や水石に合わせたいいものもあれば、この絵をどういうふうに使おうという自分の楽しみでもあります。そんなことも掛け軸の楽しみの中には面白いかと思います。なかなか掛け軸の世界をこの短いチャンネル1話でお伝えすることは難しい部分もあります。今日はかいつまんで
掛け軸の中身を少しお伝えしました。わびチャンネルは盆栽追跡をもとよりこのようなさまざまなことを皆さんにお伝えしたいと思っています。アーカイブをご覧になりながら多くのことを皆さんが楽しんでいただければと思います。ぜひチャンネル登録をなさってお楽しみください。本日もご視聴ありがとうございました。